本日なんですけれども、こちら用具検証ですか？全然違う。違うんですか？そんなに持って用具の検証ではないと。用具の検証じゃないです。卓球って、はい、いろんな線形ラバーがあるじゃないですか。そうですね。とにかく用具が、スポーツの中で一番多いのではないかと。なるほど。はい。その中でやっぱり、私たち、最近ですけれども、例えばドライブの打ち方とか、バックのやり方とか、私もペンのショート、リメンとかって言って、結構スイングを教えることが多分多いと思うんですね。マネージャーもつぶちゃんの方でカット性ショートとかなんかいろいろやってるじゃないですか。ただこの、そういう動画を出しといてですね、はい、ちょっと言いたいことがある。なるほど。スイングを覚える前にやるべきこと。スイングを覚える前にやるべきことがあると。はい。スイングを覚えてもいいんですけれども、はい、スイングよりも大事なこと、大事であろうということ。これは私の価値観なので、はい、賛否両論あってもいいと思うんですけれども、ですね、何をまずは覚えなきゃいけないと思いますか？スイングの前に？スイングの前に。卓球っていうのは、11点を先に3回取るゲームで、はい、基本的にやっぱりもう入れないとダメですよね。はい、だから入れる打ち方を覚えないとダメ。惜しい。惜しい。入れる打ち方じゃないんか。なんやろ。打球って違うな。いやもう結構近いとこ来てる。近いとこ来てる？近いとこ来てる。なんやろ。高3です。高3。そういうゲーム性だった。当て感ですね。インパクト。ああ、なるほど。はい。スイングあるじゃないですか。はい、ホルダーならこうとか、ショートこうとか、リメがこうとか、シェイクならこう、表ならこう、カットならこう、粒ならこう、いろいろあると思うんですよね、スイングが。だけども、結局は当たって入る感じをそれぞれ覚えておけば、そこからスイングしてくれってことです。なるほど。はい。なので、詳しい説明しちゃうと、めっちゃ長くなるんで、裏、粒アンチ、カット、この3つにしましょう。わかりました。はい。裏の中に表も、ほぼほぼ入ると思うし、変化表とかいろいろあるんですけれども、基本的にはもう当て感を覚えてもらったらいい。当て感を覚えたらいい。究極言えばここに道具出してるじゃないですか、いっぱい。だけども、皆さんが使ってる用具とここにある用具違うから、そもそもね、説明がね、ちょっと難しくなってくるんで、やっぱりみんなそれぞれ私の道具も違う、ガネちゃんの道具も違う、グッチさん、ヤスも違うし、ここで見てる皆さんの道具も違うので、やっぱそれの当て感、帰り方っていうのがある。ラバーの厚みであったり、ラバーの種類であったり、ラケットの種類っていういろいろあるんで、それに対して具体的な答えを提示するのってすごい難しい。はい、なので今回は全身回転に対しての裏ソフトの当たり方、はい、粒アンチの当たり方で、あとはカットですね。はい、そこら辺をどうしていけばいいかっていうのをちょっと解説していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。私の動画は自分自身が経験、勉強、研究してきたこと、卓球上級者の表面上見えてこない感覚や視点を分かりやすく伝え、効率よく上達できるコンテンツをお届けします。当て感がね、インパクトが大事っていうことなんですけれども、で今回は全身回転だけでやるんですが、この裏ソフト、過去表ソフト、粒、アンチ、カットっていうそのラバーであったり、その特殊な線形っていうのもあると思うんですけれど、基本的に全身回転に対してのボールっていうのはだいたい80度から100度の間ぐらいで調整してあげれば入ります。基本的には。そこからね、用具がすごい飛ぶやつとか飛ばないやつとか、ラバーの特性っていうのもあるんで、その中で探してもらえればいいんですけれども、基本的には当たったら跳ね返るような状態っていうのを知ることが大事なので、それを今回は一つの基準、分かりやすい基準として、大体この角度が80度から100度の間で調整してあげれば、大体上回転に対しては入るのではないかなと思います。なので、今から裏ソフトであったり、表ソフトであったり、粒アンチ、ペンやるかわかんないけどカットっていうのを順番にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それが当て感だと。そうです。基本的に何もしなくていいです。
これがまあ要するに返ってるから今当たりは間違ってないってことですね。なるほど。でこの当たりっていうのも一つが正解じゃないです、はい、っていうのも今どこら辺に落ちてるかっていうと手前に落ちてるから、要するにその台の中に入ればいいから、まあ、まずはその中に入ってればある程度丸でいいです。なるほど。はい。高さは気にしないです、ね、そこまで気にしなくていい。そこまで気にしなくていい。まずは入ること大事だから。なるほど。まあ、もちろんレベルが上がれば上がるほど低くしなきゃいけないとか速くしなきゃいけないっていうのはあるんですけれども、本当に基礎の基礎、卓球というゲームをまず楽しむ上では相手コートに入れなきゃいけないんで、まあ、まずはここですよなと。そうですね。はい。でここのスイング、正しいスイングっていうのは何なのかって言われると、まあ、最初に言ったみたいにボールに対してどうなのかっていう話になってくるんで、まあ、いわゆる、まあ、正しいスイングと綺麗なスイングをやったとしても当て感が間違ってたら入らん。はい。これは卓球のゲーム性としてはもうなしですよね。なのでもちろん当て感がまあいいというか、その許容範囲の中の正しいと、まあ、スイングの正しいが何なのかっていうのはちょっと今ここで説明は難しいんですけれども、まあ、その2つが必要になってくるんですね、よくよくは。当て感が間違ってたらもちろん入らないし、スイングがしっちゃかめっちゃかだったら、まあ、上に行けば行くほどその効率の良さとかインパクトの強さっていうのが出なくなるんで、まあ、その2つは分けて考えた方がいいです。じゃあ最初は当て感がこうよくてこうやって入ってればスイングパッパラパーでもいいですか？さっきの話で言うとダメだね。なるほど。まあ究極を言えばまずは入ってればいいんだけど、まあ覚えるっていう段階やったら多少変でも OK。まあまあそこは許容しましょうと。まあどのレベル、やっぱりインターハイ出るとか全国大会出るってなったらスイングがしっちゃかめっちゃかだと行き詰まります。まあ表もそんなに変わらないですね。はい。こんな形で、まあペンホルダーなり、フォアなりバックなり、でまあ裏ソフトと表ソフトっていうのはそこまで大きな違いはそこまで大差はない。当て感が悪いですね。当て感がないですね。まあインパクトがないですね今の。インパクトがどっか行ってました今の。というわけで基本的に裏ソフトとか表ソフトの場合はまああんまり何もしなくてもその球の力だけでボールが返ってくれる。はい。じゃあ次に粒。はい。はい。ボールください。まあ、さっきあんまり何もしなくても入るって言ったじゃないですか、裏ソフトとかも。はい、大体どんなラケットも何もしなくても、何もせんでも入る、こういうの。何かをしなくちゃいけないって思えば思うほど入らなくなります、基本的には。だからやっぱりスイングの前にやるべきことっていうのは来た球に対してそのまま当てて返すっていう、ここができてればそんな難しいこと考えなくていいです。もちろんラバーによっては多少違いますけどね。多少違いますし、まあ多少違うからこの打ち加減とかも変わったりボールの高さも変わったりとかしちゃう。今全体的に浅いですね。はい。今ちょっと当たりようかと。はい。まあ粒とかアンチとかっていうね。まあ用具全般当たっての飛び方とか飛距離とか出てるボールの違いはあるけど、基本的に今全身回転っていう風に、決めてやってるんで、これに対しては基本的に何もしなくても入ります。もちろんこれが、ね、こういう状態であれば、まあ、これはもう当て感として、まあ、間違ってる、インパクトとして間違ってると、まあ、もちろんこれもね、これはもう裏ソフトでも表ソフトでもね、だからまあある程度こう多少なりともこう壁じゃないけどそのまま当たったら跳ね返るような面を出してあげる。他の打ち方に比べると少しスイングが大きい気がします。はい。これそのまま当てちゃうと、はい、球
ボイーンって飛んでいくし全身回転をこの変えなきゃいけないというか、はい、こっちはバックスピンに変えなきゃいけないんで、やっぱりちょっとダウンスイングは多少必要になる。なるほど。それがカットマンの当て感っていう。そうですね。要するにこれでスイングやっぱりどうしたってあるじゃないですか、はい、こうやったりとかこうやったりとかスイングがあるけれども、やっぱりインパクトと、表裏一体というか、つなげて考えなきゃいけないんで、例えばこうやってはカットできないですよね。そうですね、はい、でどうしてもやっぱりこういう角度とかちょっと開く形になるんで、さすがに常識に考えてこれはないだろうとカットをするときにそうですね常識はないだろうって言ってもね、全く卓球知らなかったらこうやってカットしなきゃいけないとか思うかもしれないんで、でも基本的にはやっぱりこの直角とか、本当80度から100度の間でコントロールしてもらえればいいのかなと思います。カットの場合は90度であったり、ちょっと開き目の100度で、少し力を加えてあげないと飛んでかない。そうね、少しやっぱりスイングが多少このボールが来た時に指導を始めて当てなきゃいけないけど、やっぱり当て感が間違ってたら入らないです、これは。なので一生懸命カットのスイングしなきゃではない。これはスイングが悪くない、当たりが悪い。バックも一緒ですね。一緒。当て感がない。当て感がなかった。スイングの前にまず当て感、インパクトっていうところの入る状態を知ると。はい、これも最初に言ってるんですけれども、はい、今回は上回転しかやっておりません、はい、全身回転しかやってないというわけなんですけれども、やっぱり最初取っかかりやすいところ、その初心者同士初級者同士でやるときにどうしてもいろんな回転かけたりっていうのは難しいです。なのでまずは全身回転からやっていくのがいいのかなと。でこれもね言ってるんですけれども、レベルが上がったり試合に出たりすると大体の人がいろんな回転使ってきます。はい、横回転であったり下回転であったり、もういろんな回転をサーブから使ってきたりとか、もちろんラリー中で、この用具の特性でそういう回転が出たりするんで、そっからは応用なのかなというふうな気がしております。はい、そのドライブとかツッツキとか、なんだろうな、いろんな技術あると思うんですけど、そういう意味で言うとカットもそれに入ってくるのかなっていう気はするんですけれども、やっぱりその、応用したボール、何か特別なテクニックを使わないと入りづらい、ボールっていうのは、自分が使うテクニック自身も、応用技になってくるのかなというところで、本当の基礎の基礎、スイングとか技を覚える前に来たボールに対してインパクトを合わせて返すというところで、今回はとりあえず全身回転だけやったと。はい、これが分かればね、おのずと分かってくるとは思うんですよ。じゃあ下回転を出された時にどうやったら返るのかと。当て感を覚えればいいし、球はね下回転だから落ちるわけだから落ちないように触ればいいと。それはラバーによってね変わってくるとは思うんですけれども、そこからは相手から来たボールに対して自分のラケットでどのように当たれば返るのかっていうのを知った上での応用の話になってくると思うんで、その話はまた後日になるかなと思います。というわけで今回はご視聴ありがとうございました。最初に話した通り、私は現在卓球上級者や優秀な指導者の感覚や視点を伝えるという普及活動を行っています。現役の T リーガーや日本リーガー、または名門校の監督さん、公立中学の部活だけで全国大会に連れていく監督さん、経験を YouTube や DVD、書籍などで発信しています。また自分自身全国各地、北海道から九州まで講習会を行ったり、今までの卓球界にはほとんどなかった身体操法、体の使い方ですね。そういった部分の講習会を逆に私
自身が受ける、勉強しに行ったり、インターネット上、オンラインのコミュニティですね。そこで会員さんとやり取りをして、徐々に結果が出てきているのではないかなと感じています。私自身は卓球クラブを持ってとか、指導者として全国一位の選手を育てる、日本代表の選手を育てる、そういった活動は行ってはいませんが、私自身、大分県の佐伯市という田舎の出身で、自分が徐々にレベルがステップアップするにつれて、なんか違うなと。やっぱり、私の地元だと卓球を大学までやった人がいない、専門的に教えてくれる人がいない、そういった環境だったんですけれども、やっぱり自分自身がレベルアップしていく。その中で自分の経験から得たもの、周りの卓球上級者や優秀な指導者から話を聞くこと、そういった中で自分が最初の頃卓球をやってたことだったり習ってたことっていうのが、あれこれもしかしてちょっと上達にあんまり必要なかったんじゃないかな、そういったことが多くありました。そして現役を引退して今の仕事について各地講習会などでいろいろなところを回らせてもらってる中で、やっぱり以前の自分と同じようなことをやっている、一生懸命練習しているのに効果が出づらい練習を行っているなというふうに感じました。せっかく一生懸命練習しているのであれば、やはり効果が出る練習をしてほしい、なるべく勝ってほしい、そういった思いがありますので、こういった活動を続けさせてもらっています。今後ともご声援いただけると幸いです。